クルーザー級ゼロスキ2層やりたい。いやいや、姫ちゃん、それは無理だって。やだ、やりたい。みんなが大変って言ってるやつ私も味わいたい。いやいや、姫ちゃん、今回ばかりは譲れない。さすがに予習して動いてもらわじゃあないと。シュガーライオットやってよ。え、私は2層味わいたいの。連れて行ってくれないならせめてシュガーライオットやってよ。いや、意味が。早くやれよ。でっちゅう、無理でっちゅう。ちゃんとやれよ。でっちゅう、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 でっちゅう。家なしララチャンネル。おはいえなち。この動画はクルーザー級零式2丁シュガーライオットを相手にギミックも何も知らない動かない姫を一人抱えて攻略することになった人向けの解説動画でちゅ。過去の姫シリーズは概要欄を参照くだちゃい。早速参りまちょう。前回の極ゼレニアと違い今回は黒ポジが姫ではなくリーパーについていまちゅう。これでは姫の機嫌を損なうではないかと思うかもしれません。今回はそんなこと言ってる場合じゃないんでちゅう。カラーライオット、最も近い1名と最も遠い1名への強攻撃でちゅう。通常の距離だと攻撃を受けるタンク2名以外が竹茶状に集まるので、最も遠い1名が姫よりもさらに離れるのではなく、姫が竹茶状にいられるように MT がボスを誘導するでちゅう。大事なのは姫も自然とギミック処理してる感でちゅう。これまでのシリーズを見た方ならおなじみの考え方でちゅよね。が、この考え方もこのギミックまででちゅう。今回はそんなこと言ってる場合じゃないんでちゅう。カラークラッチュ、アンチの体格まで1ドルのは従来解放と同様でちゅう。ここで平市が姫を救出するでちゅう。平市はマーカー上ではなくマーカーよりもちっこちちょっちょで救出しないと次の処理が厳しくなるので注意しまちょう。姫は必ずマップ中央側で攻撃を受けるようにするでちゅう。理由は直後を見ればわかるでちゅう。ネバネバムーチュ、当然離れている姫に飛んでくる場合があるから姫に着弾したら一斉に姫へ駆け寄るでちゅう。滑稽でちゅね。再び単強が来ますが、お察しの通り遠い方を誘導するタンクは視力を尽くして大きく離れるでちゅう。次の砂漠ギミックに備え、平には姫を最寄りの四隅に救出するでちゅう。そして他の7名は姫の救出先に合わせる形で北か南でサボテンを避けるでちゅう。北か南は臨機応変に変えないと姫への救出が届かなかったり、射程の都合上姫がボスに攻撃ができないでちゅう。今回は姫にしこたまよだめ低下がつくし、平も重介護する関係で DPS チェックが厳しいので、この辺はサボらずやるしかないでちゅう。またここで平には半端にではなくしっかり隅ビタビタに姫を救出しないと砂漠フェーズ中のギミック処理の事故率が大幅に上がるので注意しまちょう。半端に端に寄せるのとビタビタに寄せるその差は何と思うかもでちゅが、詳細は後ほどわかるでちゅう。さて砂漠フェーズのサボテン避けでちゅう。ここまで姫シリーズを見てくれた方ならなんとなく解放が想像つくと思いまちが、姫へ襲いかかるサボテンをどうするかというと、カバウ1号機こと MT がカバウしてなんとかするでちゅう。ただしカバウの効果時間は10秒なのに対しサボテン被弾ゾーンはそれより長いことが多いので、ちゃんと姫へのサボテン着弾直前からカバえ始める必要があるので注意しまちょう。またカバウ発動タイミングを意識したとしても全被弾をカバーできないことがあるので、きちんと姫への個別ケアを忘れないようにしまちょう。ネバネバムーチュの対処は先ほどと同様でちゅう。滑稽でちゅね。今回は姫にムースがついた上に姫の騎士団が訓練されているためうまく44で分けられましたが、姫以外の2名にムーチュがつくとうち1名は3人受け確定なので激痛いでちゅう。でも平がなんとかしてくれまちゅう。リュウサについてはすでに姫は四隅にいるのでこのままで問題ありまちぇん。姫がいる位置に平以外の6名が駆け込むことになったら大当たりなのは言うまでもありまちぇんが、今回のように姫がいる位置に平2名が駆け込むことになると姫が平対象の巨大円範囲の巻き添えを食らうことになるでちゅう。ただこれ単独なら問題ないでちゅう。なおここで隅ビタビタに救出しておかないと追加でサボテンにも被弾して姫が落ちるので注意しまちょう。続いて爆弾プラスリュウサのギミックでちゅう。ここも姫を隅ビタビタに寄せておくと少し楽ができるパートでちゅう。まずは姫側にリュウサが来た場合、この場合は姫に爆弾が来ようが羽根付き爆弾が来ようが、姫に爆弾着弾後平市が救出すれば OK でちゅう。姫を隅に寄せておくと仮に姫に羽根付き爆弾がついたとしても爆弾がギリリュウサに着地してくれるでちゅう。一方で注意が必要なのが姫側にリュウサが来なかった場合でちゅう。今回のように姫側に通常爆弾がついた場合、ムース着弾後に平市が救出して姫を爆風から守るでちゅう。逆に姫に羽根付き爆弾がついた場合、姫を救出しないことで姫を爆風から守るでちゅう。この場合姫の羽根付き爆弾が容赦なくフィールドを追いつくちまちゅが、さも姫は正しいギミック処理をしているかのように7人は涼しい顔して爆破されることでちゅう。
難関ザコフェーズで中。姫は遠隔キャスターなので当然 LB を打っていただきまちが、姫は姫でもあるので当然 LB を打つのが早すぎて空振りに終わりまちゅ。どうであれ他の人は結果に言及せずナイス LB とコールすることで中。ウェーブ1、姫は中央にいるはずなのでここは通常通り処理すれば OK で中。いただきキャットが8分の1の確率で姫に飛んできて範囲を当てようとしまちゅが、万が一飛んできちゃったらヒラニが急チュチュするで中。ウェーブに本来フェザーは D3 ヒラニ処理でちゅけれども、火力を出す都合上今回はヒラ1ヒラ2で対処するでちゅ。何から何までヒラにやらせまちゅ。それ以外はウェーブ2も通常通り処理すれば OK でちゅ。ウェーブ3、ここからの注意事項として全員常に姫に近づかないようにすることでちゅ。というのもいただきキャットの範囲が姫に被る確率を下げるためでちゅ。今回は大丈夫でしたが、ここまでに一度でも姫を急チュチュしているとウェーブ1のヤーンの位置に姫がいがちなので、ウェーブ3にてジャバとムーを誘導する進路上に姫が一度ってちまいがちでちゅ。あらかじめ姫に姫ちゃんの活躍度20丸とかなんとか適当なこと言ってマーカーをつけておき、20丸を頼りに姫から離れるようにするでちゅ。また Java のバインドを食らってる人はいただきキャットの範囲が来ないという仕様でちゅ。つまりウェーブ3は姫にいただきキャットが飛んでくる確率が上がってるので注意するでちゅ。さらにここで謎仕様が発覚して Java のバインドがついたヒラはブリンクスキルはもちろん急チュチュも使えなくなることが判明したでちゅ。なので急チュチュが余っているヒラにバインドがつき、かつ姫にいただきキャットが来たら NG でちゅ。今回まさにそのケースに直面したものの、ギリギリ Java を撃破してバインドが解けたヒラニが爆速で姫を急チュチュしたことで間一髪間に合ったでちゅ。ウェーブ4、フェザーは本来 D3、D4 処理でちゅが、言うまでもなく D3、D2 で処理するでちゅ。なのでキャス2構成でちゅ。いただきキャットは Java のバインドを食らってる人に飛んでこないだけでなく、フェザーの線がついてくる2名にも飛んでこないでちゅ。つまりウェーブ4は姫にキャットが来る確率がさらに上がってるでちゅ。今回運悪く姫がキャットの毒牙にかかったでちゅ。ウェーブ4ではヒライチの急チュチュの利気がギリギリ戻ってくるため、ヒライチが急チュチュして難を逃れたでちゅ。Java を殴る人は姫に接近しないように注意するでちゅ。が今回はその配慮虚しく再びキャットが姫の元に来てしまいました。ここは被弾確定なのでおとなしく受けるしかないでちゅ。ここで姫がやらかすでちゅ。ご丁寧に A 範囲に被弾した後にクリムゾンサイクロンを誤爆して突進するという、この企画において1、2を争うほど余計なクリムゾンサイクロンが炸裂したでちゅ。すでに挑戦から累計5時間半経過しており、なんとかしてクリアしたいという気持ちが姫にクリムゾンサイクロンという突進スキルをラーニングさせ、そして実行させてしまったものだと思われるでちゅ。じゃあ回避しろよ。ただむしろこれによってキャットの範囲を避けてしまっていたらやり直しでしたが、しっかりとキャットの範囲を被弾している上、この後見ればわかる通り突進によって何も状況が好転していないので続行するでちゅ。このザコフェーズ突破回だけ見ると何のことはないように見えまちゅが、ムーのヘイト漏れ、ヤーンの誘導、エイのセントリ、オタガ捨てなどただでさえワンミスアウトの要素が多い中で、キャット融合の都合で姫に近寄らないようにするやら、わけわからん位置にいる姫にオタが当てないようにするやら、姫にキャットが来たら急チュチュするやら、もろもろ気にして処理するのが非常にきついでちゅ。しかしこの7名は姫の笑顔のためならどんな苦行も耐えられるでちゅ。なぜなら姫の騎士団だからでちゅ。ザコフェーズ最後の矢はカバウ1号機がカバウで対処するでちゅ。姫による世界一余計なクリムゾンサイクロンによって MT に矢が2本刺さったけどギリ耐えたでちゅ。DPS チェックが厳しいので近接 LB3 を打ちたいところでちゅが我慢するでちゅ。山川フェーズでちゅ。ザコフェーズも辛かったがここも辛いでちゅ。今回は炎だったのでセーフでしたが、雷の場合姫がいる位置に応じて姫がいるところへの3回予定だった人が D4 の位置へ移動が必要でちゅ。そしてついにここまで姫シリーズで堅持していた不分率を破るでちゅ。ここで一度姫には小休止を取っていただくでちゅ。というのもここの炎雷だけ切り取ればカバウ2号機がかばえば姫を守れるんでちゅけれども、問題はこの後の雷雲ギミックでちゅ。話すと長くなるので文章でまとめましたが、要はこの理由で姫を生かすことが無理と判断しました。直後の雷雲ギミックで姫が確実に小休止することが確定しているので、急にドライな思考になった騎士団の一人が、じゃあ前段の炎雷で姫が死んでも同じですねと言い出し、炎雷で姫を転がしてるという状況でちゅ。後ほど姫にはロドストでお気持ち表明されまちゅが、クリアできなかったらできなかったでお気持ち表明されまちゅので、同じお気持ち表明されるならクリアした方がマシでちゅ。ここで平市に注目でちゅ。この位置に移動してから姫に蘇生を投げていまちゅ。なんとなく想像はつくかと思いまちゅが、理由は後ほど説明しまちゅ。姫は今静かに切れてるので蘇生を受諾せずに小休止を取り続けていまちゅ。一方7名はというと普通にラインを処理してまちゅ。
姫という枷から解放された7人は雷雲をのびのびと処理してまちゅ。決して誰も姫がいない方がやりやすいじゃんとは思っていまちぇん。なお姫が小休止している関係で DPS1 人だけ2回マーカーがつくので、2回マーカーがついた DPS は大騒ぎすることで平からの個別ケアをもらうことを忘れないようにしまちょう。4回目の雷雲着弾あたりでタイミングよく姫の機嫌を取り、姫に蘇生受諾ボタンを押させるでちゅう。この間7名は連続頭あり攻撃を気合で受け切るでちゅう。マグマフェーズ開始。まずは塔1回目でちゅう。通常の分担と異なり、遠い方の島は平市 D3、平に D2 が担当するでちゅう。ボスと同じ島の方は姫含む4人でムース大行進を処理するでちゅう。姫を適切な位置で蘇生できているとご覧の通り姫も塔を華麗に踏んでくれるでちゅう。ただし姫は稲光による円範囲を必ず被弾するのでデコは忘れないようにするでちゅう。続いて塔2回目でちゅう。まず対面にいる遠隔 DPS が姫の位置を見ながら姫に感づかれないよううまいこと位置調整するでちゅう。その後ちょうど良いタイミングで誰かが踊り子の HP がやばいと叫ぶと、姫が急に正義感に襲われ、姫がそちらの DPS に渾身のフィジクを唱えてくれまちゅう。フィジクを唱えてくれると姫が DPS の方を向いてくれまちゅう。この後姫にはその方向を向きっぱなしにしてもらうため、天気の話とかして姫にボスを殴らせないよう気をそらすでちゅう。ちなみにフィジクに限らず、そのアクションのターゲット先が射程外で不発に終わったとしても体はそっちを向いてくれるので安心でちゅう。その他7名は南8島であれば全員南に跳躍するのは当然として、塔の配置が224あるいは422だった場合は図のルールで跳躍するでちゅう。 D1 と ST 以外は常に一方向へ跳躍し、 D1 と ST だけは4塔の発生方向によって時計か半時計か調整するでちゅう。姫が無事に北西の塔にホールインワンちまちた。しかしこのままだと姫がタケノコに被弾してちまいまちゅう。ここで同じ島にいたヒラが稲光直後に姫をもう一方の塔に救出し、自分が元いた塔に入ることで姫にタケノコを被弾させず塔に入りきるという謎の見せプレーを炸裂しました。すごいでちゅね。今回はタンク LB さんを使わずに済みましたが、南8塔の場合は塔の爆発が確定するので LB さんを使いまちゅう。タンク LB さんは塔のダメージも軽減してくれまちゅう。どこぞの攻略動画のフェイクニュースを信用しないようにしまちょう。以降は気質ギミックなので落ち着いて処理するでちゅう。近接 LB さんがなければ足りなかったであろうギリギリのクリアでちゅう。これまでのシリーズと違い姫はガチの2走初クリアとなりました。やったー、姫ちゃんが難関クルーザー級レース機2走をクリアしたぞ。おめでとう。姫ちゃんのキャス LB がナイスフィジックだった。いやほんとフィジックあったかかった。フィジックなかったら踊り子落ちてたんじゃない？差し込みヒールね、差し込みヒール殺したよね。私を殺したよね。